キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。精神剤ちょっと大体貼ったんですけども、この前ね、ローラーがなかったんで、前回運転席周りの制震剤と断熱材を貼りました。エンジンをかけた時の騒音がかなり低減され、快適なドライブが楽しめそうです。はい、皆さんこんにちは。今回まずはね、運転席周りの部品を戻していきたいと思います。これね、運転席のシートがついてないと、敷地内をちょっと動かしたいなと思った時にも動かすことできないんで、運転席周りだけね、急いでやっていきたいと思います。それにね、早く戻していかないと、どこについてた部品かもう分かんなくなってきちゃってるんですよね。実はこの部品たちを外したのはもうだいぶ前。このバスを買ってから今までかつてない、始まって以来の忙しさでね、なかなかやる暇がなくて、車をバラバラにしたのはいいんですけど、1ヶ月間全く手をつけることができないとかね、そんな状態がずっと続いてました。運転席と助手席周りは防音と断熱をしたら、ほぼほぼ元々の状態に戻して使おうと思ってるので、早く戻したかったんですよね。動画を撮ってたのでね、それを見返したらどこの部品かなんとなく分かったんで、こんな状態で戻せていってます。これね、動画撮ってなかったらほんとね、どこについてた部品やら全然分かんなくなってると思います。このバスがね、納車された1週間ぐらい後からね、仕事がめちゃくちゃ忙しくなってね、もう家にも帰れない状態で、会社のソファーでね、寝泊まりしてたこともありました。そしてね、またそんな時に当たるんですよ。自治会の役員、会長の次に忙しい職務に当たっちゃったりしてね。これ運転席周りは元々の純正のものを使おうと思ってるんで、今洗って干してます。乾いたらね、また戻していこうと思ってます。よいしょ。そしたらこの運転席のカバー、絨毯っていうんですか、カバーっていうんですか、戻していきます。よいしょ。実はね、キャンピングカーを作ろうと計画しだしたのがちょうどコロナ禍の前ぐらい、4年ぐらい前になるんですかね。そこからね、いろいろ車種を探し出したんですけど、なかなか日本にはね、この大きさの車ってないんですよね。ハイエースの300系も外国では出てるんですけど、日本では発売される見込みは全然ないですし、外から見た時にキャンピングカーしてないタイプが好きなので、そしたらもうバスしかないなということでマイクロバスを探し始めたんですけど、そしたら日野の問題ですわ。日野の問題で中古バスの市場がね、結構高くなっちゃって、探すのにね、また時間がかかっちゃったんですよね。断熱材ね、探してたやつがどうも最近売ってないんで、スタイロフォームをはめていきたいと思います。これちょっと硬いからね、うまいことはまるんかな。ちょっとやってみないとわかんないんで、とりあえずやってみます。あれ、短い。寸法間違うとるやんけ。はい、こんな感じではまりました。こんな感じでいきますかね。ここはどうするかな。
最初考えてたのはね、このスタイロフォームみたいにカチカチのものではなくて、これの柔らかいタイプを考えてたんですよ。以前にも何回か使ったことあるんですけど、名前もメーカーも何もかもわかんないんですが、買いに行ったら今ってそういうやつ売ってないんですよね。で、ネットで探しても見たんですけど、ちょっと見当たらなくて、もう諦めてスタイロフォーム買ってきたんですけど、あれなんていう断熱材なんですかね。柔らかかったら適当に切ってね、押し込んだら入るんで簡単でいいんですけど、スタイルフォームのように硬いとね、ちゃんと成形して、しかも分割してはめ込まないと入らないとかね、結構めんどくさいじゃないですか。スタイロフォーム硬いんで走ってる時に擦れて音が出たりしないんですかね。床面とかね、家とかだったら平面なんで使いやすくていいんでしょうけど、こういう湾曲してたり入り組んだところが多い車にはなかなか使いにくいですよね。こういうね、いびつな形のところは特に入れにくいですよね。スタイロフォームカチカチなんでね。細切れにして入れないと入らないんで、結構隙間が空いちゃうんですよ。隙間が空くと断熱の効果がね、減っちゃうんで、隙間なく入れたいところなんですけどね。なかなか難しいですよね、これは。発泡ウレタンを隙間に入れるっていう手もあるんでしょうけど、なんかいらんとこまで入り込んでいきそうでね、どうしようかなっていうとこですよね。まあね、とりあえず運転席より後ろの部分をある程度完成させないと、まだ電気のね、配線とかね、前と後ろのやり取りをする部分とか、何がいるかとか全然考えてないので、どっちにしろここもう一度開けないといけないと思うんですよ。その時にね、また必要であれば発泡ウレタンを隙間に入れるとかね、したいと思います。この運転席側と後ろのキャンピングルーム側との境目の元々の車のね、部品が出てる部分と後ろの DIY して作る部屋の部分のつなぎとかね、どうやって作っていこうかっていうのをまだ細かいことは考えてないんで、その辺がとりあえずできてからですよね。車としてのメンテナンスをするときに開けなければいけないところとか、そういったところは簡単にね、やっぱりアクセスできるようにしとかないと不便だと思うし、メンテナンスのたんびに DIY した部分をばらさないといけないとかっていうのはね、とてもめんどくさいから、そういうことは避けないといけないですしね。登録要件に関わる部分を先に優先して作って、早いとこナンバーをもらって車中泊に出かけてみることですかね。そうしないとなかなかね、不便なところも気づかないでしょうし、まあなんといっても使ってみるのが一番ですからね。まあ早く登録できるように頑張ってやっていきます。またね、ヒューズボックスが今これ触ってるコンピューターの手前下床面についてたりするんですよね。なんでこんなとこついてるんでしょうね。バスのまま使うにしてもめんどくさいと思うんですけど、こんなとこにあったら。作業の方はですね、助手席周り、助手席の足とか消火器とか戻していってます。これね、助手席の右側に補助席がついてたんですけども、補助席は外しちゃったんで、助手席がやけに左壁にくっついてるなっていう感じになってるんですけども、これもう少し右側にずらすことができたらいいんですけどね。あんまり壁側に寄ってるとね、冬場なんか寒いと思うんで、断熱材を入れたからだいぶマシになったとは思うんですけどね。ここの補助席って結構無理やりですよね。こんなとこ座ったら足どこに置くんですか？これ有名ブランドの助手席シートとかつけるともうちょっと右側につくようになるんですかね。
もしそうだったらちょっと検討してみてもいいかもしれないですよね。もちろんね、運転席シートもね、こういう商用車の運転席のシートって座り心地悪いですからね。ハイエースもそうですよね。長距離乗ると腰痛くなっちゃいますよね。今のハイエースはどうか知らないですけど、僕のハイエースはアームレストもついてないですからね。ハイエースの方はね、もう今更なんですけども、この車はまだこれからなんで、検討してみてもいいかもしれないですね。はい、運転席のシートの取り付けが完了しました。ちょっといっぺん座ってみます。はい、座席がついたらまずは寝てみましょう。深夜までやったんで、もうこのまま寝てしまいそうです。あかんあかん、風呂も入ってないのに。登録できたらまずどこ行くかななんて考えちゃいますよね。ただ運転席がついただけなんですけどね。フロントガラスの景色は真っ暗だと思うでしょ。実は僕には見えてるんです。もう気持ちはね、旅先の絶景の中を走ってるんです。ほら、なんとなく見える気がするでしょ、絶景が。はい、今日はここまで。引き続きね、夢が現実となるように頑張っていきたいと思います。次回、エアコンの室外機を乗せるアングルを制作します。ところが車に新たな問題が発覚。運転席から見たあの景色はいつ現実のものとできるのでしょうか。次回をお楽しみに。旅、車中泊、キャンプ、登山などの動画はアウトドアアクティビティのサブチャンネルで公開しています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録も忘れずにお願いします。